皆さんこんにちは、とこママ情報局です。2025年春休み京都旅。前々回の動画では八坂神社の七不思議と題して八坂神社の謎に迫りつつ楽しく参拝した様子をお届けしました。今回はこの八坂神社がある東山界隈で立ち寄ったお店、グルメなどを楽しんでいる様子をお届けします。京都駅から東山八坂神社方面へのアクセスは地下鉄かバスがおすすめ。ただバスも東山方面に行く206系統のバスはびっくりするような行列。臨時便もじゃんじゃん出ていますが、京都は今本当にいつ行っても大混雑なので、移動だけでもかなり時間がかかることを想定して予定を組まれることをお勧めします。さて今回は八坂神社から清水寺へと抜けるルート、かの有名な二年坂、三年坂と四条河原町あたりで行きたかったお店などをご紹介します。ただあくまでも私の個人的な好みとその時食べたかったもの、行き当たりばったりで出会ったお店ばかりなので、そこはどうぞご了承くださいね。まず清水寺へ向かう前に八坂神社の東側にある丸山公園へ。ここは京都市内で最も古い公園。訪れたのは3月下旬。桜の季節ならこの丸山公園のしだれ桜は必見です。その桜がこちら、祇園の夜桜として有名な祇園しだれ桜です。正式名称は一重白彼岸しだれ桜。この読み方で合ってるんでしょうか。ちゃんと正式なお名前があるとは知りませんでした。この桜は現在2代目で、初代は昭和22年に樹齢220年で枯れてしまったそうです。この2代目も樹齢80年を超える立派な大木に成長し、丸山公園のシンボルとなっています。訪れた時にちょうど見頃で素晴らしい景色を見ることができました。祇園の夜桜と言われているほどですから、夜桜も見たいんですよね。はい、ちゃんと夜桜も見てまいりました。動画の後半にお届けしますのでどうぞお楽しみに。素晴らしいしだれ桜を見た後、いよいよ清水寺へと向かいます。八坂神社や高台寺方面から清水寺へ向かうルートとなる一年坂、二年坂、三年坂。中でも二年坂、三年坂はともに清水参拝道として作られたもので、三年坂の名前の由来は大同3年にできたからとも伝えられています。そして表記や読み方も二年坂、三年坂と読む場合もあり、どちらも正解。動画ではこの2年3年で表記することにします。またこの三年坂にまつわる有名な言い伝えがあります。この坂で転ぶと3年のうちに死ぬということ。そして転んで抜けた魂をひょうたんが戻してくれるという噂が広まり、参道には厄除けのお守りとしてひょうたんも売られています。以前からなんでひょうたんが売られているのかなと思っていたのですが、そんな言い伝えがあったんですね。とにかく転ばないように慎重に歩きました。ようやくお目当てのお店に到着。ずっとインスタで見ていて行きたいなと思っていたお店、雲の茶カフェ清水三年坂店。京都らしい佇まいの外観ですが、店内はナチュラルポップな雰囲気。特に若い人に人気のお店なんです。その訳は何といってもこのメニュー。お店のお名前の通り、まさに雲のようなスイーツ。全体的にピンクやグリーンのパステルカラーが可愛すぎる、とにかく映えるスイーツがいただけるんです。一番人気はこの雲のムース。訪れた時はちょうど桜の時期だったので、定番の抹茶のムースと季節限定ピンクの雲桜ムース、抹茶ラテと雲のクリーム大福をいただくことにしました。ちょっと欲張ってしまいました。緊張のフォーク入れの儀。桜の花びらが散ってしまった。中はどうなっているのかというと、ミルクと生クリームの滑らかな桜風味のムース。
さらに真ん中にはいちごとラズベリーのピューレも潜んでいるんです。クリームがふわふわで本当に雲のよう。どうしたらこんなふわふわムースをこの形にできるんでしょうか。お味もほんのり甘酸っぱいピューレとミルキーなムースが絶妙で、軽くて口どけがよく、とっても美味しかったです。定番メニューの抹茶のムースの方は中に小豆が入っています。抹茶も桜も両方食べたかったので、娘と2人でシェアできてよかったです。季節ごとにいろいろな雲のムースが登場するので、行くたびに新しい味に出会えて楽しいですね。こちらの大福は大正7年創業の老舗和菓子店笹屋松園とのコラボ商品、雲のクリーム大福。トッピングはあまおう。もちもちとろとろで昔ながらの老舗の味が若い人もより食べやすくアップデートされた感じで、贅沢でポップな美味しさを味わうことができます。抹茶ラテはふんわり泡立っていてまさに雲のよう。その下の抹茶ラテは超濃厚。ラテに関してはやっぱり濃厚なのが美味しいですよね。待望の京都スイーツに大満足でした。甘いものの後はしょっぱいものが食べたくなる。そんなわけで立ち寄ったのがなんとラーメン屋さん。2023年にオープンしたラーメン専門店麺どころマルトさん。四条烏丸の本店フィリスマルトの和食職人がとことんうまみにこだわった鶏だし和風ラーメンが名物。こちらが定番の鶏ガラ和風ラーメン。少し赤みがかったスープはこだわりの濃厚鶏だし。そして一番の特徴はこの3種の味噌。大根おろし味噌、京都産白味噌、そしてごまとしその味噌。これらの味噌をどうやって食べるのでしょうか。食べ方が店内ポスターで案内されていました。半分ほどラーメンを食べ終えたら、お好みの味噌をスープに溶かしながら味変を楽しむことができるんです。外国人の方も多いので外国語の案内もありますね。さあ、それではいただきます。まずはそのままオリジナルの味を楽しみます。中太麺でスープがよく絡んでいます。しっかり鶏の旨味が感じられてコクがあって美味しい。京都ポークというブランド豚の自家製チャーシュー。とろける柔らかさです。いよいよ味変。京都の白味噌をイン。ほんの少しのお味噌でもやはりほんのり白味噌の甘みが加わり美味しい。この白味噌かなり気に入ってしまって、おい白味噌。深みのあるコクが加わって美味しいです。もちろん他の味噌も試しました。どれも美味しかったのですが、私はやっぱり白味噌で、娘はごまとしその味噌が気に入っていました。ここは店員さんもとても気さくで、どちらからですかとか、どの味噌が一番美味しかったですかとか、大繁盛でとてもお忙しいにもかかわらず、接客のホスピタリティがすごく良かったです。美味しく楽しく気分よく過ごすことができました。京都スイーツの甘いお口をリセットしてくれる京ラーメン、おすすめです。お腹もいっぱいになったところで三年坂を登り、ようやく清水寺に到着。1250年の歴史を誇る京都屈指の観光名所。こちらがかの有名な清水の舞台。
高さ14メートルのヒノキ造りです。京都の街を一望できるバルコニーのようですが、清水寺のご本尊である観音様に芸能を奉納する場所、その名の通りまさに舞台なんですね。そして私はこの御朱印帳に一目惚れ。東の方角を司る青龍が描かれています。これはすごいパワーのある御朱印帳ですね。御朱印はこちら。なんて書いてあるのかわからずお尋ねしましたら、とても丁寧に教えてくださいました。観音様が祀られている観音堂のことを指す大比較と書かれているのだそうです。左下に清水寺と書かれていますね。清水寺には実に10種類以上の御朱印があるそうです。それほど祀られている仏様、観音様が多いということなんですね。今回は時間の関係でじっくり参拝できなかったので、いつか隅々までしっかり参拝しご紹介できればと思います。清水寺を後にしてまた三年坂から二年坂へと来た道を下っていきます。お昼を過ぎると人が増えてこの混雑です。最初にお話ししたように転ぶと大変なので慎重に下ります。三年坂の途中におなじみのあの看板が目に飛び込んできたので立ち寄ってみました。舞妓さん御用達の油取り紙専門店楊枝屋。昔から有名すぎるお店ですが、最近は油取り紙以外のプロダクトも充実しています。そして見慣れないキャラクターが、なんと新キャラクターのヨジコです。これにはびっくりしましたが、楊枝屋は最近かなり大きなリニューアルをされたようで、まさに清水の舞台から飛び降りるような思いで新しい楊枝屋に生まれ変わったそうなんです。より身近で親しみのあるお店になり、若い人も多く訪れ、伝統と新しさが融合したいろいろな品物に引きつけられています。店内は撮影禁止なので外観だけでご了承ください。私もとても可愛く良い香りのするハンドクリームを買いました。なんだか新キャラヨジコの視線を感じますね。こちらはおなじみスターバックスコーヒー。観光地の雰囲気に溶け込むデザインのご当地スターバックスも人気ですよね。さすが京都らしく古い町屋を改装して作られました。エントランスも風情がありすぎますね。店内はジャパニーズモダンな雰囲気でとっても素敵。京都限定のタンブラーやマグカップもあります。外国人にも大人気の日本のスタバ。ゆっくりしたかったけどまだまだ立ち寄りたいところがあったので、一旦三年坂散策はこの辺で終了です。時間がなかったのでちょっと消化不良気味ではありますが、行きたいお店には行けたので大満足です。はい、八坂神社から清水に向かうまでの参道グルメ、いろいろとね楽しむことができました。いかがでしたでしょうか。ただね、お腹のキャパがね非常に限られているので、もうねたくさん食べたいものはあったんですけれどもね、もう本当にその10分の1ぐらいしか味わえなかったかなという感じがします。とにかくね、京都の中でも人気のこの東山界隈、もうね清水八坂だけじゃなくって見どころはたくさんありますので、機会があればまたね京都を訪れて、いろいろなね京都の楽しいスポット、神社仏閣巡り楽しめればいいなと思っております。八坂神社から歩いて10分ほど、京都四条錦屋町にある喫茶ソワレ。昭和23年創業の古い喫茶店がレトロブームの今、若い人たちの間で大バズりしているんです。店内は青い照明が幻想的な昭和初期にタイムスリップしたかのようなちょっと不思議な空間。そんな喫茶ソワレの一番人気がこちら。カラフルなゼリーが入ったソーダ、ゼリーポンチ。
まるでグラスに宝石を詰め込んだような美しすぎるビジュアル。乙女心をくすぐりますね。お腹いっぱいだったので、このシュワッとしたゼリーポンチがすっきり美味しくて最高でした。ずっと行きたかったところにやっと行けて、かなりテンション上がりました。この雰囲気は画面では伝わらないかな。レトロ好き界隈では超有名なお店ですので、東山散策に疲れたらぜひゆっくりしに行ってみてください。ただしかなりの確率で並びますが、外に出ると日も暮れて、街は夜の景色に変わっていました。南座もライトアップ、八坂神社の西の楼門も赤く浮かび上がっています。境内武殿の提灯にも明かりが灯り、とっても綺麗。最後は再び丸山公園へ。祇園の夜桜見ることができました。美しすぎてずっとその場から離れたくないほどでした。なかなかタイミングを合わせてくることが難しいので、今回はドンピシャでこの景色を見ることができて大感激でした。伏見稲荷、八坂神社と東山界隈を巡る春休み京都旅、いかがでしたか？京都ってやっぱり素晴らしいですね。まだまだその魅力のほんのわずかしか見ていませんが、今後もなんとか機会を作って京都をはじめ日本の歴史の中で重要なスポットを巡りたいと思います。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。